こんにちは、鈴鹿です。以前動画でチャンネル登録者2000人記念の無料コミッション企画をお知らせしましたが、たくさんの方にご応募いただきました。ありがとうございます。ご応募いただいたすべての方のイラストやキャラクターを見させていただき、その中から3名の方を当選とさせていただきました。今回はそのうちの1人、囚人うさぎ VTuber のカフカフカさんのイラストメイキングをお送りしたいと思います。今回の企画では普段ここならや隙間で行っている仕事と同じものと仮定して制作していきますので、依頼を頼んでみたいけどどんな感じに書いているのか知りたいという方や、今後絵のお仕事をしてみたいという方は参考になるかと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。はい、早速書いていきます。今回の企画のご応募の段階であらかじめ希望のポーズやこだわりなどをお聞きしています。カフカフカさんからいただいたご希望内容は、ポーズはかっこいいクール系、背景はお任せ、その他のこだわりとしてベルト部分は左右で違うことをあらかじめ教えていただきました。それらを踏まえて書き進めていきます。まずはポーズからざっくりと書いていきます。ラフの段階ではかっこよさ、クールさと深さの少しミステリアスな雰囲気から不安定さを出したかったので、片足立ちで書きたいということと、顔を煽らせたり上目遣いにしたいなというイメージで書いています。そこで少しネックになってしまったのが、いわゆる獣足の部分と長く伸びた服の袖部分です。普段獣足のキャラクターをほとんど描いていないので、単純に描き慣れてなくて苦戦したということと、動きを出すために腕を上げたりすると少しキョンシーっぽさが強く出てしまって、かっこよさから離れすぎてしまう気がして苦戦しました。そのあたりも書き進めながら修正していきます。大まかなポーズが決まったら、さらに細かく書き込んでいきます。このあたりから顔や服などを書き込んでいきます。デフォルメに落とし込むときには何を残して何を捨てるのかが意外と重要になってきます。元のキャラクターにあるものすべてを拾って書き込んでいくと、デフォルメになりきれなかったり、逆にデフォルメだからと捨てすぎると元のキャラクターと同じキャラに見えなくなってしまいます。深さんの場合は赤い瞳に黒色の白目部分が印象的ですが、目頭付近のまつげも長めで印象に残ったので書き込んでいきます。また右耳に穴、切れ目のようなものがあるのがチャームポイントなので、必ず書き込みたい部分だと思います。さらにご応募いただいた段階で深さんからベルト部分が左右で違うということを教えていただいたことから、服の袖からベルトにかけてのだらんとした服装はきっと見てほしい部分なんだなと感じたので、必ず書き込んでいきます。そのあたりをよく見ていくと、ベルトのついている部分が左手は袖の内側、右手は袖の外側についていたり、ボーダーの色が左手の袖口は白色、右手の袖口は紺色になっていたり、服の真ん中に書いてある数字の部分と重なるボーダー部分は他のボーダーの幅より少し太めだったりと、細かいデザインがいろいろと見えてきました。こちらも取捨選択が必要になってきますが、今回はボーダーの数は合わせずに、服の袖がアシンメトリーである部分と数字の書かれている部分のボーダーの色は紺色であるところを拾って書き込んでいきました。もしご依頼する際にどうしても省略してほしくない部分などがあれば、事前に教えていただくことで対応していきますので、お気軽にご相談ください。細かい部分も大方書けたので、ここから簡単な線画を描いていきます。この線画はかなりざっくりと描いていきます。丁寧に描こうとしすぎると線の勢いがなくなりがちなので、はみ出している部分やつながっていない部分があっても気にせず描いていきます。そのあたりは後で修正していきます。簡単な線画が描けたらグレーで下地を描いておきます。これを先にしておくと、色塗りをした時の塗り残しなどが気にならなくなるので便利です。
下地を元に色を塗り分けていきます。基本的にいただいた参考画像と同じ色を拾って塗っていきますが、描いている絵柄に合わせて少し色を変えることがあります。今回は目の色がもともと暗めの色だったので、デフォルメのポップさを出すために少し明るい色に変えています。下塗りができたら影をざっくり置いていきます。ここでは丁寧に塗らずに仕上がりの雰囲気がざっくりわかる程度に塗っていきます。基本的に定山レイヤーを使って影塗りをしていきますが、目の部分だけ定山レイヤーを使わず自分で色を選んで描き込んでいきます。影塗りが終わったら頬の赤みを描いていきます。この辺りが特に鈴鹿の絵柄感が出る部分だと思っているので、かっこよさの中に見える可愛さが出せるように描き込んでいきます。あとはハイライトと線画の色トレス、背景を描いていきます。今回は背景はお任せとお願いされていたので、イメージカラーの紫系の色で囚人ということで縦ボーダーにしました。これでカラーラフは完成です。普段のご依頼の場合はこの段階で一度お渡しして確認していただいております。リテイクが必要な場合はこの段階で一度だけ無料でお受け付けしております。今回はリテイクなしの特別な条件のもと制作していますので、このまま清書作業に進んでいきます。清書作業ですが、まず簡単に描いていた影の塗りを丁寧に描き直していきます。すでにざっくりと描いているので、塗り残した部分やはみ出した部分を直したり、細かい形に描き直したりします。影の描き込みが終わったら、頬の赤みと背景以外のレイヤーを全て結合して、粗かった線画の形や塗りをさらに丁寧に直していきます。この部分は動画で見ると少し分かりづらいところがあると思いますが、とにかく納得がいくまでこねこね形を整えていく作業になります。ここで深さんの印象的な目の下のクマの部分を描き込んでいきます。当初は省略してもいいかなと思った部分だったんですが、試しに書き込んでみるとかなり印象が変わったので書き込むことにしました。ソフトライトレイヤーを新しく作って、服や肌部分の軽いハイライトも描いていきます。塗りが終わったら定山レイヤーを新しく作って2影を描いていきます。最後に定山レイヤーとオーバーレイレイヤーを作って色味を調整していきます。すべて描けたらゴミがないか確認します。今回はありませんでした。最後にもう一度確認して気になった細かいところを描き直していきます。満足いったらこれで完成です。今回は登録者2000人記念無料コミッション企画で囚人うさぎ VTuber のカフカフカさんを描かせていただきました。カフカフカさんの YouTube チャンネルと Twitter は概要欄に載せていますので、ぜひ確認してください。残り2名のイラストメイキングも順次公開していきますので楽しみにしていてください。今回の動画は以上です。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。